100万分の1サイズの地球をイメージして作られた直径12メートルの半円形スクリーン。そこに映し出されるのは太古の時代から漂い続けるプランクトン。古代ギリシャの哲学者タレスの万物の根源は水であるという言葉にインスピレーションを受け制作された作品です。今回の主人公は映像を使ったインスタレーション作品を制作する京都生まれ京都育ちの現代美術家人長和樹さんです。インスタレーションとは展示空間を含めて作品とみなす手法のことで、1990年代後半からデジタル技術を駆使してきました。海に何度も行って自分で微生物を撮ってで、それを顕微鏡で覗いて写真を撮っていくんですけれども、小さな別の宇宙を覗いているようなそういう世界が見えてるんだけれども、それをまた使って私が別の宇宙を作っている、そういう感覚になって、微生物と私とでさらにもっと大きく広がっている世界、そのちっちゃくって全然見えてなかった世界と大きすぎて見えない地球とかスケールの差というか、それを表現できるんじゃないかなと思って、そのモチーフを使いました。2000年からは映像とセンサー技術を組み合わせたインタラクティブな作品を制作しています。インタラクティブとは対話的、双方向的、相互作用的という意味で、鑑賞者がその場に立つことで作品が完成するのです。人の動きをセンサーが感知し、それが映像に変化をもたらします。2015年、リンパ400年をテーマに発表した作品、カルペディエムより、京都で活動する若手アーティストの登竜門といわれる新鋭選抜展に出品し、最優秀賞を受賞しました。モチーフにしたのは百合の花。デジタル技術で新しいリンパの美を表現しました。赤外線カメラがこちらにあるんですけれども、これで人の動きを撮影しています。この手前に見えている世界と奥に潜んでいるような世界っていうのがあるんですけれども、人が見るときに動いて運動してもらう、動きを伴うように見てもらうことで、この見えている世界からその奥の世界に行くような、そういうことを体験しながら見ていただくというような作品になっています。まず私の作品は綺麗だなとか、そういったところから見ていただけると嬉しいんですけれど、そこから入って何が見えているんだろうとか探るような形で見ていっていただいて、その後に何を考えてこんなん作らはったんやろうとか思ってもらえると、自然に考察を引き出すことができるんじゃないかなと思って作ってるんですよね。でそこにさらに動いてみてもらう、運動を伴って見てもらうことってまた別のことが考えれるんじゃないかって、ある程度自分の意思を持って飛び込んでいただいたらまた別のものが見えてくる、その感覚自体が作品の要素になってるなと思う。人長さんの作品制作は自らカメラを持ち撮影するところから始まります。主な撮影場所は左京区にある哲学の道近辺。森の木々や草花、動物たちなど身近にある自然の景色を切り取ります。2022年10月、人長さんは左京区にある黒谷金海光明寺のもみじをテーマとした作品に取り掛かっていました。自分で撮影したものばかりを素材にしてるんですけど、そこから見たことのないような世界を作り出すっていうことができないかと思って、撮れたままじゃ全然ダメで、自分がその時すごい美しいって思えた心情というか、さらに自分の色を作り出していくことで
作品の表現になっていくようにしたいなと思います。この木漏れ日の間のキラキラした光、それがすごい綺麗やったから、その部分をアニメーションで足していこうかなと思います。もみじと光の色彩、濃淡、構図を考えながら何十枚もの画像を編集ソフトで合成していきます。今回光明寺は浄土宗の大本山。テーマの中心に据えたのは、民衆に寄り添い念仏を唱えれば死後は平等に往生できると説いた法然上人の温かい眼差し。夕日の灯火光に包まれる秋の金海光明寺のイメージに舞い上がるもみじのイントラクションを組み合わせました。日藤さんはカルペディエムというタイトルでバラや桜などをモチーフにした作品シリーズも発表しています。カルペディエムはラテン語でその日の花を摘みなさいという意味。何気なく過ぎゆく日々を花畑の花々に例え、花の一本一本を愛おしむようにその日その日を大切にしなさいという思いが込められています。花の命は短いからこそ美しく輝く。美しさの中に今を生きる覚悟と力が感じられる作品です。その日の花を摘みなさい。日藤さんには幼い頃、祖母を家族で看取ったという経験があります。祖母がお花畑がもう綺麗に広がってて、死ぬのって全然怖くないねんっていうふうに言ってたよっていうのを母から聞いたんですよね。脳が死ぬ時の恐怖感をこう和らげるためにそういった映像を見せるっていう話を脳科学の本で読んでみて、きっとこれだったんだわと思ったんですよね。なんか自分が死ぬ時に見るこう映像というか、もう死ぬのが全然怖くないと思えるっていうような、すごいこう美しい世界ってどんなんだろうっていうの、そういうのをずっと想像してます。2022年11月、日藤さんにある挑戦の機会が訪れました。2022年11月1日、現代美術家日藤和樹さんの姿が名古屋にありました。現代アートによって名古屋の歴史や文化に光を当てるアートプロジェクト、ストリーミングヘリテージ。日藤さんも作品を出展しました。日藤さんは名古屋市の中心部を南北に貫く人工の川、堀川と納屋橋をテーマに選びます。江戸時代以降、物流の大動脈としてこの町の商業や生活を支えてきた堀川。納屋橋から水面を眺めていた日藤さんは、伊勢湾の満潮時、川の逆流を目にします。日藤さんは画面の上に向かって流れる水面の映像をベースにする着想を得て、コスモスや魚などをコラージュしたのです。コスモスって外来種で入ってきてるから、どんな風に来てるのかなと思って調べながら撮影してて、ギリシャ語の調和を意味するっていう名前っていうのを検索して、なんかすごく調和っていいなと思って、その自然を切り開いて、人が住める土地にちょうどこうしたこの堀川の流れを起点としてこう考えるっていうところなので、そうやってこう人と自然って何なのかということをどうやったら調和してうまいことこうやっていけるのかっていうことを考える、そういう作品にしたいなと思ったんで。私が作品作る目標としては、なんかこう世界をこうちょっとこう良くしたいというか、より良い世界になってほしいって思える、そういう気持ちを育てる、そ
そういうのをきっかけになれるような作品にしたいなって、そういう作品を作りたいなと。現代美術家日長和樹さん。目に見える世界とその奥にある世界、生と死、地球と宇宙。日長さんは映像作品の中に永遠の今を映し出そうとしているのです。